後ろにこうブワッてもうインドの人が握り返してなんかエンジンかかるように「おりゃー!」って押してくる。こんにちは。こんにちは。初めてこういう動画を撮るので少し緊張しております旅している映像を撮りたいなって思っているのであんまり撮りたくないんですけど、動画のつながり的に撮らざるを得ない出来事がありましたのではい。撮っております。はい。今は僕たちインドにいて、インドに来て3日目で失神しました。私。で、結構食事の影響とかもあったので、注意喚起というか動画にしたいなと思って撮っております。はい。で、僕たちはインドに来る前にベトナムを旅していて、ベトナムは結構スピーディーに回ったので、結構疲れが出てるかなっていうのと、僕はインド前来たことがあったんですけど、インド初めてっていうので、ちょっとだけ最初いいホテルを取りました。で、快適に過ごしてたんですけど、ちょっと外に観光に行こうかってお出かけして、でも暑かったんだよね、4月のインドって。最初着いたのがチェンナイっていう南インドで38度9度ぐらいの気温で、そこでホテルから10分ぐらい歩いて駅に行ったんですけど、そこの駅の前でいくつか商店があって、でそこのお店の一つにサモサっていう、揚げ物ですね、インドのコロッケみたいなのが売ってるお店があって、でそれを食べてみたいっていうこれ食べたいっていう、食べたい。そうで、1個買ってみたんだよね。で1つを2人で食べて、このぐらいのやつで、おにぎりぐらい、おにぎりぐらいだね。で食べて10分ぐらいしたら、俺ちょっとめまいがするって、そうそう。症状が出始めて、じゃあ少しちょっと座らせてもらおうって言って、お店の人にちょっと休ませてって言って椅子出してもらって、で休ませてもらいました。で休ませてもらってたら、どんどん顔が白くなってって、血の気引いてきてあ、これ普通のめまいじゃないなって、もうその時から顔色悪かったんだ。もう真っ青って感じで、あ、これは普通じゃないって思って、でとにかく水飲ませたりとか、とにかく休んでもらってたんだけど、今度お腹が痛いと5分後ぐらいにトイレ行きたいって言い出してマジかと。でお店の人にトイレあるって聞いたら、ここから50メートルぐらいあっちにトイレあるよって言われて遠い無理だろうってなったんだけど50メートルって遠いよね。遠い行くって行ける50メートルって言ったら、もう死にそうな表情でっていう感じでうなずいてるからじゃあ行くかって言って、肩貸して歩いて向かおうとするんだけど、もう肩貸して5歩ぐらい歩いたら白目向いて後ろにこうひっくり返って、もう一回で。で終わったと思ってでもひっくり返って頭打ったら大変だからさ、もちろん支えてさ、そうだね、もう二次被害が大変だからね。でもう崩れ落ちて、これはいかんいかんってなって、お店の人もすぐ来てくれて、もう中入れ中入れって言ってくれて、で2人で担いでお店の中にまた入らせてもらって、そしたらバッてもうインドの人が10人ぐらい囲まれて、その瞬間に、その瞬間にでどうしたんだって、何があった、何食べたんだとか、アレルギー何あるって聞いてく聞いてくれて、で水とか飲み物とか買ってきてくれて、こうでっていろいろ話してて、じゃあ病院行った方がいいって言われて、病院に行くタクシーとかも呼んでくれて、で助けてくれたんだよね。なるほど、そうだったんだね覚えてないと思うけど、でなんか近くにいたおばあちゃんも来てくれて、こうね、ジュースをこう口まで運んでくれて、それを覚えてる。大丈夫大丈夫みたいな、英語喋れない方だったけど、目の前にジュースがあって、
飲め飲めって言われて激甘ジュースだった。でもそのジュース飲んでちょっと顔色が赤みが戻ってきて、あーじゃあ血糖下がってたのかな。かもね。で水ぶっかけたりして顔に。それも覚えてる。で、ちょっと経ったらタクシー、トゥクトゥクなんだけど来てくれて、助けてくれたインドの方って学生なんだよね。あ多分若い子たちでもちろんジュースのお金とかも払いたいから、いくらいくらって聞いてもいいって言われて、もうとにかく行け行けって言われて、優しいね。名前も教えてくれないし聞いても、あ、そうだったんだ。いいから行けってで病院連れてってもらって、ちっちゃめのクリニックだったんだけど、すぐお医者さんが対応してくれて、血圧測ったり血糖測ったり血中の酸素濃度測ったりしてくれて、でもやっぱりちょっと血圧が低いと、血圧上が90ぐらいだったんだよね、ちょっと低いってなって、で点滴とか勧めてくれたんだけど、もともと血圧低い、そうそう、もともと血圧平均の血圧が低めだったから、点滴とかは大丈夫っていうふうに伝えて、口から飲み物とか取るようにして3、40分休ませてもらったかな。で顔色もどんどん良くなっていって、めまいもほぼなくなったということで、ホテルに戻って休んだっていうのがことの一部始終です。本人はどうだったんですかね。こっちは大変だったんですけど。そうだよね。いや本当に申し訳ないことをしちゃいました。そうだね、覚えてることはサモサ食べて、サモサってさ揚げ物じゃん、揚げ物なら当たんないかなって思っちゃったんだよね。火が通ってるからね。そう例えばジュースの氷とかさ、水道水とかそういうのはもちろん取らないようにしてたけど、火通っているものならと思って、サモサ食べてみようかなって思っちゃって、あとはなんかインド来て3日目で出歩いたのがその日初めてだったから、なんかちょっとストリートフード食べてみようって思っちゃったんだよね。ね、試してみたいと思っちゃって、それがね事の始まりなんだけど。で、食べてから10分ぐらいしてなんかめまいすると思って立ってらんなくなっちゃって、でそしたらお店の方がね優しくて座らせてくれて、で座りながらもずっと頭がこうちょっとぼーっとしてて、血圧がなんか下がってくるような感じがあって、その後お腹もちょっと痛くなってきて、でトイレ行きたくなって、で立った瞬間多分もっとガクッと血圧がね下がってふわってして5秒ぐらいしたら戻ってきて、いけるかもと思って歩き出したらファーみたいな、いや超迷惑だよね。ガチの路上だったよね。ガチの路上、本当に本当の路上。駅って言っても結構小さい駅だったから、なんだろう、本当道端で倒れたって感じだよね。ターミナル駅ではない、普通の駅の前の商店でぶっ倒れるっていう、周りに人が集まってきた感じとかはなんとなく分かって、なんか倒れてんだなみたいな倒れてんだなじゃないよねそう倒れてる、やばいわと思って、でもしんどいみたいな、なんだろう、何がしんどいって本当血圧が戻ってこないから、もうずっとこう真っ暗な感じで、で声はだんだん聞こえてきて、だんだん前が見えるようになってきて、そしたらなんかめっちゃ甘いジュースなんか飲まされるみたいなちょっとこう一口飲んで甘い、いらないいらないって言ってもなんか飲め誰かがね水をぶっかけてくれたの、首とか頭とか。俺がねやったの。そうだったんだそうそれでなんか本当暑かったから頭すっきりしてきて、であとそのジュースのおかげなのか少しね
めまいもちょっとずつ戻ってきて、で意識がだんだん戻ってきて、そしたらトゥクトゥク乗るぞみたいな雰囲気になって、でちょっと抱えてもらいながらトゥクトゥク乗って、ジュース持ってきてくれてたおばあちゃんがトゥクトゥク追っかけてジュース持たせてくれて、でこれ持ってきなみたいな。でなんかトゥクトゥク出発しながらおばあちゃんがなんかこう手先に出してくれてなんか私もなんか握り返してなんかあーみたいな、なんか行ってこいよみたいな、頑張れみたいなエールをねくれて、すごいあったかい手だった。でもそれはね覚えてる。そのトゥクトゥクもさ、発車するときにさ、結構ボロいトゥクトゥクでさ、エンジンかかんなくてあ、そうだったそうの。あ、それ気づかなかった。かかんねえじゃんってなったら、そのまた学生っぽい助けてくれた人たちが後ろからガーって押してエンジンかかるように「おりゃー!」って押してくれて、でエンジンかかってあ、そうだったんだ。みんなに「行ってらっしゃい」みたいな感じで壮大な壮ワンシーンだ大なったんだね。壮大な船出みたいな船出みたいなそうね。そうだったんだ。こんな感じだった。それは全然気づかなかった。でもわあやっぱトゥクトゥク乗ってんなって感じたのが、具合悪いじゃない、でこうやって横になってるじゃない、すんごい揺れるのよあみたいな。トゥクトゥクかって思ったよね最初。トゥクトゥク来たって思ってタクシーじゃなくて車じゃねえんだって思って贅沢は言ってられ言ってませんかららね。れないから、もうとにかく揺れに揺れて、で15分ぐらい走ったかな。10分も走ってないあ、と思う本当、もう体感15分20分な感じだった、でそうそこからクリニック着いて、ででもトゥクトゥクの運転手さんがイマージェンシーって言ってくれたんだよね。ああ、そうだったんだ。すぐ着いた瞬間にバッて行ってすごい入れ入れって言ってくれて、すごい言い方だったんだね、で、処置してもらってっていう感じで、まあなんか寝ながら、ああインドのクリニックってこんな感じなんだっていう余裕まではできてた、そうインドの病院ね2人とも初めてで、どんな感じだったかっていうと、クリニックだったから簡易的な感じだと思うんだけど、ベッドがそこは 4,5 台並んでて、でカーテンで仕切りになってて、で上にはファンがついてて、ファンがずっとこうやってね回って寝ながらファンを私は眺めてたそうそれで看護師さんたち 4,5 人いたかな、その時は。逐一ね様子を見に来てくれて、そこでは点滴ができたりとか、ドクターもいて薬を処方してくれたりとか、そんな場所でした。今回失敗だったのは、揚げ物を食べてしまったと。日本のお店でも揚げ物苦手だもんね。インドの油だったらね、余計強いから、意外と油でやられてる人多いんだよね。あ、そうなんだ。生ものだけじゃなくて揚げ物でやられてる人多いから、何回も多分あれ使い回してるもんね、黒い油だったからね、酸化してたんだねなのでインドに来る方は油にも注意してください本当に。動作とか、鉄板焼きみたいな料理でも結構油使ったりするから、油入れないでって言ったらそれに応えてくれるから、油なしでやってくれるから、そういう対策は大事だね、そんな感じでインドの旅の幕開けでしたけども、それ以降は割とスムーズに旅できてるので、それもクリニックでね先生がいろいろ教えてくれて、まずね薬も渡されたんだけど、薬の説明をする前に食事の指導をしてくれたんだよね。まずは1週間ぐらいベジタリアンで生活してって言われて、お肉お魚卵なしであとは、チリもなしでっていうふうに言われました。でその理由は肉とかは体に熱をためるから、この暑い中で
より体に熱を溜めちゃうからっていうのと、あと消化しにくいっていうのも多分あると思うんだけど、そういう理由で肉とかお魚なし。あとはチリとかもね胃にとって刺激になっちゃうし、酸も高くするからっていうのでノーチリだから、ベジタリアンのノーチリ生活をしてました。で日本だとベジタリアンって結構何食べるのって思う人もいるかもしれないですけど、インドではもうベジタリアンで生活してる方がたくさんいるから、レストランでもベジかノンベジって書いてあったり、あとピュアベジっていうベジタリアンだけのお店もすごいいっぱいあって、ベジタリアン生活はすごくしやすくって、あとはでもチリなしっていうのはちょっと難しかったよね。だいたいどんな料理にもスパイスがあって、その中にチリも入ってるから、ノーチリっていう料理は探すの大変だったよね。ノースパイシーって言っても結構チリワンサク入ってたりとか、そんな感じで、でも頑張ってお腹のために生活してね、その後はね元気にインドを回っております。はい。この旅最大の危機だったかもしれないね。ね、まだね旅が始まって1ヶ月も経ってない時だったけど、最大だったかもしれないね。帰ろうかなと思ったもん。帰ろうかなと思った、そうなの。でもなんとか持ち直して、今は元気にやっておりますので、ただちょっとねインドチェンナイから入ったんですけれども、どう編集しようかなっていうグダグダの動画に多分なっちゃってると思うんで、だって休んでるだけだもんね。でたまに街歩きしたりはしたけど、それをどうしようかなっていう感じでインド旅のスタート、こんな動画になってしまいましたね。いい経験ですそうだね、いい経験です。その失神したのとは別に、その数日後に今度お腹痛くなっちゃって強烈なお腹また腹痛みたいな。そう強烈な腹痛、そうもう強烈な腹痛で目が覚めるぐらい強烈な腹痛、喋れないぐらい、もうしか言えない。チェンナイって南インドのすごい最大の都市って言われてる都市で、そこには大きな病院もいっぱいあって、で調べたらジャパニーズヘルプデスクっていう、日本語で対応してくれる、なんていうんだろうね、お助け屋さんみたいなでも本当そうだよね方がいて、そういう状況の時はもうお助けマン、そうでなんか日本語のホームページがあって、で連絡の仕方も連絡先とかも書いてあって、でインドの SIM カード僕持ってなかったんで、WhatsApp で連絡させてもらって、で電話も全部日本語でやり取りして、でお願いしたら病院の予約とか全部やってくれて、病院にもついてきてくれて、で診察の通訳してくれたり、全部やってくれるんだよね、とにかく日本語で。だからすごい安心感があって、でその時はもうインドの医学ってアーユルヴェーダの医学と普通の西洋の現代医療両方あって、現代医療のお医者さんですら食事に対してすごい説明してくれるっていうのは結構驚きだったし、いいなって思いましたね。そうなんか食材を明確に言ってくれるんだよね。そういうベジタリアンとかこの食事がいいよっていうのを教えてくれるから、すごい実践しやすいのかなと感じました。はい。だから海外行くとね、病院とか薬とかなんか病院行くのも不安とかあるじゃない。衛生面とか薬も飲んでいいのかなみたいな。でも衛生面もすごいしっかりしてたし、安心して行って大丈夫かなと思います。そういうデスクもあるしね、そういうのを利用してもらって保険も利用できるので、インドで体調崩す人結構多いと思うんですけど、もし緊急の時は病院に行ってみてください病院にもよるけど、結構面白いです。そうだね、私もともと病院で働いてたから、よりなんか
こういう違いがあるんだとか、そういうのも見れていい経験になりました。なんかインド3日目で体調を崩してうわーってなるかと思いきや、その経験のおかげで倒れた時とかインドの方にね助けてもらったりとか、インドの病院ってこんな感じなんだとか、自分のこう思ってたよりもすごいいい経験ができたから、結構ねインド好きになっちゃった。普通嫌いになるでしょって思うんだけど嫌いになるかな出身したらもう嫌だこの国ってなると思うんだけど結局インド好きになってくれたからそうだね、良かったですけどね、結構今までで、今ね、インドもいろいろ回って今まで行った国で一番面白いなって感じてる。ああ良かったですそれは、どうなることかと思いましたけどそんな感じで始まったインド旅ですけど、いろんな都市回って、またホームステイとかもさせてもらったりしてね、本当に楽しかったね、いろいろ動画撮ってるので、またぜひ遊びに来てください。ぜひ楽しみにしていてください。ではバイバイ。Broadway. Broadway. Broadway.